はじめまして、レオクラフトです。突然ですが、この裏にある建築物、どのくらいの時間で建築したでしょう？答えの方、なんと5分ぐらいで作りました。実際測ってないんで適当なんですけど、多分そのぐらいで作れたと思います。というわけで今日はマイティアーキテクトというモッドとクリエイトのスキマティキャノンというアイテムを紹介したいと思います。早速使い方なんですが、導入をするとデフォルトでは G キーを押すとメニューが開くようになっています。で、ここからまずはテーマを選ぶことができます。1番中世風、2番モダン、3番街の家、4番カッティングハムパレスとなっていて、例えば4番を選びますと、こういうふうに設計図を各モードに入れます。で、まずは、右クリックを押してあげると、こういうふうにですね、サイズを選択できる感じになって、もう一回右クリックを押してあげると、このように家の形をした箱が、現れます。で、マウススクロールをしてあげると、上にどんどん伸ばすことができて、下にスクロールすれば元に戻せるという風な、そういう風な感じになっています。で、形を決めてあげて、右クリックをもう一回押すと、これで確定になります。で、これは一つだけじゃなくて、また同じように、例えばこの辺から、ちょっと大きめの横長の建物をこういう風につなげたり、でもう一つこういう風に少し今度は小さめの建物をつなげてみたりっていう風なことがまずはできます。で、上にあるメニューなんですけど、オルトキーを押しながらマウスホイールで選択ができます。で、一番最初に選んでいたこのキューボイドは箱型の家を作るモードになっていて、次のシリンダーは円柱型ですね。あそこにある塔みたいな形を作るときに使うやつで、これも同じように、右クリックで選んで、サイズをいい感じに選んであげて、もう一回右クリックでまた伸ばしたりできます。で、次。アジャストモードで、Y って書いてあるんで、Y 座標、要するに高さの位置をこれでいじることができます。で、Move Stack っていうモードになっているので、これでこの建物を選択しながらマウスホイールしてあげれば、上に、下に、こういうふうに、位置を調節することができます。で、画面真ん中に2サイズってあるんですけど、コントロールを押すと、というか押し続けるとこのモードになって、これは、箱のサイズですね、を選べます。この一番下の部分だけ高さが今4メートルになっているという状況で、例えば2番目のブロックを伸ばしたかったら、こういうふうにマウスホイールで、いじることができます。で、次。アジャストの XZ っていうモードになっていて、これは Y 座標と同じように XZ 座標、この水平座標の位置で動かしたり、あとはリサイズをしたりすることができます。で、次。フロアーズっていうのは要するに階ですね。これよく見るとわかるんですが、階の区切りに横線が入っているので、それをこういうふうにマウスホイールで増やしたり調節することができます。で、最後。ルーフスタイルは屋根の形なんですけど、スクロールでこういうふうに
なしとか平らな屋根っていうスタイルを選ぶことができます。こっちもこういう感じですね。で、だいたいいい感じに建物ができたと思ったら G でまたメニューを開きます。で、ここで、フィニッシュっていうのを選択してあげればプレビューが表示されます。まだこれは確定ではなくて、ここからまた壁のスタイルだったり使うブロックを編集することができます。で、例えばこの今上のメニューがリロールオールになってるんですけど、リロールオールの状態だとマウスホイールでこの壁のスタイルを一括で変更することができます。だからこれで気に入った感じにすると。で、次、リロールターゲットっていうのを上のメニューで選ぶと、この一つだけの建物に対して、壁のスタイルを変えてあげることができます。で、真ん中の表示でスタックが選択されているんですけど、これをまたコントロールをして、ルームごとに細かく設定することもできます。これは2種類しかないかな。そういう感じで壁のスタイルを変えてあげて、好みのスタイルにしていきます。で、次、リユーズパターンっていうのは、コントロールを押しながら右クリックするとコピーができます。で、ペーストしたいスタイルのところにまた右クリックしてあげればペーストできるんですけど、今は、建物の形が違うと言われてますね。これは円柱なので、同じスタイルじゃないと適用できないという感じになっています。で、次。ウォールスタイルは、今多分3種類しかないのかな。レギュラーとファウンデーション。これは土台っていう意味で、あとはオープン。この開けた感じっていうのをマウススクロールで、V ごとに選べるような感じになっています。で、次。パレットは後で説明するんですが、プライマリーとセカンダリーっていう2つのパレットが選択できて、そのプライマリーとセカンダリーを切り替えられる感じです。で、これもコントロールをしながらだと、部屋単位で変化させることができます。で、また G でメニューを開くと、パレットを選ぶっていう機能があって、この Choose the Palette っていうのを選ぶと、好きなブロックですね。使うブロックの種類を選ぶことができます。例えばプライマリーをこれをクリックして選択してあげて、セカンダリーをこういうのにしとこうかな。に変えると、こういう風にスタイルが変わる感じです。パレットでプライマリーとセカンダリーを選ぶことができます。で、好みのスタイルに、変更ができて、最終的にこれでいいよとなったら、もう一回 G を押して、2つ選択肢があります。1つは、設計図に保存するっていう方法と、あとはこのままこのワールドに立ててしまう。これは多分クリエイティブじゃないとできないんですけど、サバイバルだったら一回設計図に保存するしかないと思います。で、じゃあ今回はプリントをしてみると、こういう風に実際の建築物が出来上がります。次にクリエイトの、アイテムを紹介していきたいと思います。まず4つアイテムがあるんですが、それぞれレシピはこういう感じですね。水色の染料と紙。それに羽を加えたもの。これは木材ハーフブロックと石。こちらも大釜とディスペンサーと
原木と鉄ブロックと石で、それぞれ作ることができます。で、まずこれから説明していきたいんですが、これは、建物とか建築物の、コピーができるものになっています。例えば右クリックで、こういうふうに取り込む範囲を選択できて、例えばここでもう一回右クリックを押しますと範囲が選択できるんですが、この家をコピーしたいのでちょっと今ずれてしまっていますよね。なので、これはコントロールを押しながらマウススクロールで、調整することができます。調整したい面にカーソルを合わせてスクロールですね。こうかな。で、コピーする範囲が定まったら、何もないところでまた右クリックをすると、このような画面が出て、名前が付けられます。で、適当に名前を付けて、保存してあげると、この建物のデータが、マインクラフトのフォルダーに、ゲームのフォルダーに保存されます。というのが一応こいつの機能になっています。で、保存した設計図っていうのは、この台で読み込むことができて、右クリックでメニューを開くと、このフォルダに保存してあるものがマウスカーソルで一覧できます。で、今、ハウスっていうのを作ったので、この空の設計図、違ったな。この空の設計図を入れてあげると、これが要するにさっきコピーしたハウスの設計図になります。で、このように、位置を決めることができて、例えばここに置いてあげると、このようにさっきコピーした家が、プレビューされます。で、位置の調整も、オルトキーのメニューでできて、これもまたコントロールとマウススクロールで、位置が変更できます。で、ローテートを選べば回転もできます。あと、反対にする感じですね。フリップは鏡に映した形にもこうやって変更ができます。クリエイティブだとこのままペーストができるので、最後のプリントっていうものにして右クリックを押すとこのままブロックが実際に置かれるっていう形になりますが、サバイバルでも一応この設計図っていうのは利用できて、サバイバルでは実際にはブロックが必要なので、この大砲のようなスキマティキャノンというアイテムを使います。右クリックで開いてあげるといろんなスロットがあるんですが、まずここは燃料ですね。燃料として動作には、火薬が必要になってきます。でもあまり多くは使わないので、書いてあるように1ブロックあたり、ショッツレフトのところにあるんですけど、100% まで入れれば、2000ブロックも置けるので、そんなに数は必要ではないと。で、次、ここのスロットっていうのは、先に設計図を入れてあげて、ここに本を入れると、材料のリストが書かれた本が出来上がります。なのでさっきコピーした家っていうのはこれだけの材料が丸石だったら43個、階段は4個のように、必要な材料がこれでパッとわかるようになっています。で、このスキマティキャノンは実際に材料が必要なので、材料はこのように横にチェストを置いてあげると、ここに材料を入れてあげることで、これが動くようになります。実際に必要なものを入れてみました。
で、レディーになっているはずなので、この状態で再生ボタンを押してあげれば、こんな感じですね。で、自動で設置をしてくれるという。で、ここに一応オプションがあって、設計図の場所にもともとブロックがあった時にどういう動作をするかっていう設定ができます。デフォルトは全部、設計図通りに置き換えてしまうっていうやつなんですけど、壊れてしまうとまずいものも多分あると思うので、そういうのの保護をしたりっていうのが選べるようになっています。で、この材料をチェストに入れたやつが足りないと自動的に止まるんですが、ここをオンにしていると、材料が足りなくても最後まで進むような感じになります。最後に、マイティアーキテクトとの、連携ができるので、それを紹介しておきます。まず、マイティアーキテクトで適当に、そうですね、このぐらいの箱を用意してあげて、こんな感じで家を作ると。で、Save as Schematic、設計図に保存するっていうものが選べるので、それをしてあげると、さっきと同じように名前を付けてあげると、マインクラフトのゲームのフォルダに NBT ファイルが保存されます。なので、今保存した NBT に対して、からの設計図をここに入れてあげれば、さっきと同じように Mighty Architect で作った設計図が、作成できるので、それでまたスキマティキャノンで設置してあげるということをすれば、実際にサバイバルでもあのような建築物を作ることができます。はい、ということで説明以上になります。わからないこととあれば、どんどんコメントに書いていただいて、返信するので、どんどんよろしくお願いします。あと、この動画が役に立ったと思う方がいらっしゃれば、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。